おはようございます。2月に入って最初の週末です。今日は3月の鈴鹿に向けてオイル交換に行こうと思っております。3月の鈴鹿まではね、まだ1ヶ月ちょっとあるので少し早いんですけど、早めに準備するに越したことはないので、今日天気もいいし、ちゃんと事前に予約はしてますけど、オイル交換行きたいと思います。あとはですね、今回ちょっとオイル交換に合わせて試してみたいことがあって、それも合わせてやろうかなというところです。その試してみたいことっていうのが何かというとですね、ここのところずっと悩んでいる油温対策なんですけれども、前回、フロントにあるオイルクーラーに風がちゃんと当たるように、かつ風がオイルクーラーからちゃんと抜けるようにっていうことで、同風板の大型化だとか、オイルクーラーとラジエーターの間を埋めるような同風板を作ったりとかっていうことをやったんですけど、結局油温は全然変わらずといったところだったんですね。若干1度2度下がったかもしれないなみたいな感じではあったんですけど、そんな感じで、なんでこれだけやっても油温が下がらないのかなってすごい疑問でいろいろ考えたんですよね。考えたりだとか、過去の車載だとかっていうのを見たりだとかして、オイルクーラーつけた当時はここまで油温高くなかったんですよね。一番高くなっても今の一番高い温度よりも10度ぐらい低かったんですよ。当時はもちろん同風板もないし、オイルクーラーに回るところのフィルターも入っているので、クーラー側に流れるオイルの量も少ないんで、冷え方としては昔の方が冷えないはずなんですけど、昔の車載を見ると今より10度ぐらい油温が低いんですよね。で、なんでだろうっていうふうにちょっと思って、でいろいろ考えてたんですけど、そこで1個思い当たったのが、オイルクーラーが目詰まりしてるんじゃないかっていうことですね。で、なんでそんなふうに思ったかというとですね、実は数年前にオイルパンを ARC のアルミオイルパンから純正のオイルパンに交換してるんですね。長年使った ARC の大容量アルミオイルパンを外した時に、オイルパンの底に結構スラッジが溜まってたんですよ。ヘドロのようなドロドロしたものですねっていうのが溜まっていて、で、なんだこのスラッジって思ったんですけど、よくよく調べてみると、添加剤を入れてるっていうのもあるし、そもそもオイルは高級オイルとかだとやっぱりそれなりにもともと添加剤が入ってるということで、熱と酸化でどうしてもスラッジは出るものだということで、10年以上使ってきているので、長年使っている間にオイルパンの底に溜まっていたんだろうと。で、きっとこのスラッジはサーキット走行とかしている間にはエンジン内を回っていると思うんですね。で、当然オイルクーラーを回していればオイルクーラーにも回ると思うんですけど、このオイルクーラーの細かい部分にもしかしたらこのスラッジが詰まってしまっていて、オイル経路をある程度圧迫しているんじゃないかなという考えに至りました。これが合ってるかどうかは分かんないですよ。分かんないんですけど、そうでもないと
説明がつかないかなと。そもそも長年使っているんでオイルクーラーコアが性能が落ちてきているだけっていう話もあるかもしれないんですけど、ただちょっとスラッジっていう点も無視はできないかなと。オイルクーラーを交換するのは簡単なんですけど、それなりに費用も時間もかかるのであればスラッジを溶かす何かがないかなみたいな。例えばフラッシングをしてみるとかっていうのはどうだろうって思ったわけですね。でフラッシングする時にオイルクーラーも回してあげて、クーラーの中も洗浄できたら冷却性能が元に戻ったりしないかななんていうところをちょっと考えてみたわけです。でモチュールのホームページを見ていたらエンジンクリーナーなるものがあって、オイル交換する際にエンジンオイルに混ぜて15分ぐらいアイドリングをしてあげるとスラッジを溶かしてくれるものですという説明がありました。なので、ちょうどオイル交換行くんでそれを買ってみて、今回それを試してみようと。それでもし本当にスラッジが原因だったとすれば、オイルクーラー回すだけでそのスラッジが溶けて詰まりが消えるかどうかは分かんないですけども、簡単に試せるものだしやって損はないかなと。ちなみにこれですね、モチュールエンジンクリーナー、これを買ってみたので今日はこれを試してみようということですね。これで3月走ってみてやっぱりどうにも油温変わんないよっていうことであれば、もう諦めてクーラーそのものを交換するという形ですね。これでうまくいってしまえば万々歳。うまくいかなかったらうまくいかなかったで、本当にクーラーコアがもう劣化しているだけっていう風な判断がつくので、ちょっとそれをやってみようかなというのが今回のもう一つの目的です。ついでに先日導入した DJI Mic 2の車載テストの方も実施していきます。車載もね、サーキット走行動画の時はあんまり声は入ってなくてもいいかななんて思いつつも、何かあった時のコメントが取れるといいかなと思っていたわけですね。いつもは走行音にかき消されて、かつヘルメットをかぶっているせいもあって、全然声なんて聞こえる状態ではないんですけれども、ちょっとその辺も改善できたらなと思って、この前、ピンマイクを胸元につけて撮るという試みをしたんですが、ちょっとねあまり良くはなかったんですよね。接続もちゃんとケーブルつないであげないといけないとかっていうんでめんどくさかったので、ちょうどねバイク用に DJI Mic 2を買って都合がいいので、これを車でも使ってみようと。バイクよりもね当然車の方が運用はしやすいので、この機会に使ってみようと思っております。これで胸元で声もちゃんと拾えるでしょうし、走行音、エンジン音とかですねがどのくらい入るかっていうところを見ていきたいなと思います。これで問題なく入ってくれれば、このスタイルでいけばコメントも取れるしエンジン音も取れるしというところですね。では今日も T3 テック向かっていきたいと思います。一つ訂正があります。さっき昔の車載とかを見たと言った時に、なんか10年前の車載と勘違いしてしまいそうな形で言ったんですけれども、だいたい18年とか19年ぐらいの車載と比較して油温が今よりも10度ぐらい低かったっていう形ですね。
やっぱりデータって取っとくと後で役に立つんだなって思います。車載にしても、特にこのね DSDF を入れてからは走行中のログデータも全部取っていて、そのデータも全て残してあるので、もう一目瞭然でデータで比較できるんですよね。同じぐらいのラップタイムの時に油温がどうだったとか水温がどうだったとかっていうのが後から分かるわけですよ。これはねやっぱり大きくて、比較するのに結構人間の記憶って曖昧なんで、何年も前ってどうだったっけって思い返しても覚えてないんですよね。こういうところが今弱いんで、例えばこういうことをやったら油温が下がるんじゃないかとか、なんかね、そういう風な考えることのきっかけになるので、こういうデータを取るとか車載を残すとかっていうのは非常に有効だと思います。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間はよいしょ。はい、作業準備中です。はい、持ち込んだオイルとオイルクリーナー。さっき走行中に見せましたけど、これですね。300V。はい、エンジンクリーナー入れてアイドリング開始したので、これで15分回していくというところですね。で、見えるかな、青く光っているところ、これでオイルクーラーもオンしている状態なので、オイルクーラー側もスラッジが溶けてくれるといいんですけど、ということでちょっとどんなオイルが出てくるのか楽しみですね。ではしばらく待ってみたいと思います。さて、オイルはどんなのが出てくるかな。
暑いからなのか結構シャバシャバな感じするね。そうですね。やっぱりクリーナーが効いてんのかな。本当にシャバシャバですね。オイルも吸着させるとだいぶ黒い感じがする。じゃあ汚れ取れてんのかな。鈴鹿往復とあと鈴鹿サーキット1回走っただけにしちゃなんか汚れてる感じはするんで、そう考えるとスラッジが取れたからっていうことなのかな。そうだと嬉しいな。これもつけてもらいました。つけるのにメンバー外さなきゃいけないって結構大変だったんですね。まあでもこれでエアコンのコンプレッサーも守られるということで。作業終わって帰路に着いています。結局お店を出たのが4時過ぎぐらいになってしまって、まだ帰り途中と、もう暗くなり始めちゃってるんですけど、ただいま絶賛渋滞中というところなので、やっぱこのぐらいの時間になると混むよね。まあいつもだと1時ぐらいにはお店を出るぐらいにしているんですが、今日はね4時過ぎまで行っちゃったので、まあ混んでるのは仕方ないかなと、まあ安全運転で帰りたいと思います。ということで、油温対策とか、あとは今回のエンジンクリーナーを使ってどうだったかとか、そういったところをいずれまとめで作ろうかなと思うんですけど、まあまずは3月の鈴鹿が終わるまではちょっと結果が出ないので、3月の鈴鹿が終わった後にタイミング見計らってまとめを作りたいかなと思います。はい、では今日のところは以上で終了したいと思います。